韓国ではオスカーを取った映画パラサイトに韓国社会が規制していると、東京新聞が報じています。これは2月19日の東京新聞、施設、論説室からというコーナーからですね。この記事で挙げられたのは、撮影所に半地下の家のセットを復元して韓流基地として整備する計画について、撮影場所への観光ツアー、映画の中で出てきたチャパグリというインスタント麺を混ぜた料理の流行、監督の地元への銅像の建設、芸術、文化人への失業保険制度導入の検討、選挙ポスターをパラサイトの宣伝ポスターそっくりに作った候補の事例を紹介して、映画への規制が止まりそうにないと報じています。パラサイトだけに規制してると書けば面白いと思ったのか知らないけど、月並みですね。それはさておいて、実際韓国ではどのようになっているのでしょうか？韓国のネットでは監督と主演俳優がかつてのパククネ政権時に政府を批判する文化芸能人としてブラックリストに入っていたことが話題となっています。それは監督自身が会見で悪夢のような数年だったと話していたことについてですよね。そうです。当時の政権によって公的支援から排除されたのです。なので韓国ネットでは極右の人たちが左派映画だと揶揄していますね。それはパククネを支持する人たちからでしょうか？それと現在の左派政権を強烈に批判するそれ以外の右派の人たちもですね。どうしても韓国ではこのように左右対立になってしまいます。なので映画ポスターをオマージュした選挙ポスターを作ったのは右派の議員なんですけど、あの時は批判しておいて今はあやかろうとするのかと一部で批判を浴びています。でも監督はこれには好意的なコメントを出していますよね。監督は政権が右であろうと左であろうと韓国社会に強烈に切り込んでいくという姿勢なので、そこは関係ないようですね。一方で監督の出身地に成果を復元したり、公園や記念館を作るという話には批判が集中していますよね。監督の出生地であるテグは右派が強い地域なんですが、ここの議員が提唱した計画があまりにも稚拙で一時的な効果しかないとして批判されていますね。テグといえばコロナウイルスが大流行して大変なことになっていますよね。それは教会での集会が発端で。であなたが脱線してどうする？すみません。成果復元について監督自身もインタビューで特に言うことはないと話していましたね。あっという間に忘れ去られて風化しそうな気がします。監督がテグで過ごしたのは小学3年生までで、それを地元と呼ぶのかという批判もあります。批判としては今一つな指摘ですけど、地元に観光客を呼び込むという観点で有権者から票を集めるのに有効ですが、実際どの程度観光客が来るのか、継続性はあるのかという点から疑問視されていますね。選挙のための無計画な公約と言われかねませんね。同様にテグでは映画館の拡充を公約として掲げている議員もいますけど、これも無謀なポピュリズム政策ですね。そういえば日本では、韓国政府がこうした映画を強力に支援しているからこそ受賞できた。日本でもそうやって映画産業を後押しすべきだという意見が出ていましたが、私はそれには反対ですね。制作者としてはありがたいでしょうが、むしろそれが逆に業界内での格差を生みかねません。そして結局政府から支援を受けるために様々な妥協や忖度が行われることになる。そういう制度があったからブラックリスト問題も起きたわけで。政府が芸術を支援すること自体は悪いことではないとは思いますが、確かに文化発信への支援は必要だとは思います。なので難しい問題ではありますが、韓国で結果が出たからといって検討し始めるのは、映画にあやかって利益を得ようとする人たちと同じですね。いわゆる日本の映画評論家がこのタイミングであの映画の成功を見てこうした話題を持ち出すというのが不適切に感じます。そういう点で私は賛成しません。表現者は政治とは距離を置いて独立自尊であるべきだと思います。実際にこの映画は韓国映画界においては二極化する格差の上位にいる人たちなのです。それは監督がインタビューで話していた、新人監督がこの脚本を持ってきたら映画化できたのかという話とつながりますよね。監督は国内で次に自分のような存在が出てくるのか非常に疑問視しています。かつて韓国映画界はメジャーとインディーが共生して刺激し合っていたが、今では巨大資本が牛耳るマーケットになったと嘆いていました。ムン・ジェイン大統領は監督との会食でそういった格差を解消するとも話していましたよね。要するにムン・ジェイン政権はこれまでそれに対しての問題意識が全くなく、この3年間で何もしていなかったということを示しています。自分は文化芸能には寛容だとアピールしていますけど、少し虚しさを感じますね。寛容だったのか単に関心がなかったのか。一方で北朝鮮の韓米メディアがこの映画を称賛しています。
南朝鮮の悲惨な現実を赤裸々に表しているなどと言っていますね。これは全く的外れで笑いが出ますね。朝鮮新報では一握りの金持ちが圧倒的多数の民衆を支配しているなどとして、資本主義の格差社会の現実を批判しているわけですが、北朝鮮自体も一握りの特権階級が支配している状態なわけで、一体何を言いたいのやら。北朝鮮国民は知らないかもしれないですが、実際には階級社会ですもんね。トランプ大統領はクソ映画が米国映画を押しのけて賞を取ったと自国主義に反するとして批判していましたけど、米国主義を掲げているので支持を集めるのには一定の効果があるんでしょうね。選挙に向けてより一層鮮明にしておきたいのでしょう。実際この映画は私たち2人で見に行ったわけですけども、面白かったですよね。私は久しぶりに自分が見たいと思った映画で当たりだったと感じました。いつもつまらない映画ばかり見に行ってるもんね。そうなんです。面白そうだと思って見に行くとほとんどつまらなくて。ところでこの映画はどうでした？ 10段階だと7かな。そんなに低いの？もっと9とか10とかかと思いました。だって途中で寝たりもしなかったじゃないですか。低くないですよ。韓国のレビューサイトでも 7.9 なんだから、前半は非常にテンポが良くて、映画館でも笑いが起きていました。その分感情描写が希薄だったように思えるんです。あ、そう言われればそうかもしれません。そして中盤はちょっとだれて長いなと感じてしまいました。これは格差社会が主役であるからか。格差の描写は鮮明なのに、二つの家族のそれぞれの心情を深くえぐったという感じがしないんですよね。私はそこが非常に物足りないと思いました。ストーリーは面白いし、現にこうやって多くの人に評価されているので良い作品だとは思いますが、もう少し揺れ動くそれぞれの感情をわかりやすく表現してほしかったですね。なので終盤の展開がタランティーノ的な暴力描写にしか見えません。それがむしろ海外では受けたのかもしれませんが。そう言われてみると確かにその通りなんですけど。でも面白かったですよ。評価に関しては個人的な意見なので、そしてオスカーも人気投票ですから。そして外国映画の難しいところは、文化を理解できなければ作品そのものを本当の意味で理解できないということです。これは韓国社会の話ですから、一番理解できるのは韓国人です。それがなくても表面的な事象だけを捉えて良い作品だったと多くの人、外国人が評価しているわけですよ。そういう意味では世界的に共感を与える作品としてはうまく作られたのだと思います。そうですか。なんだか私は自分の作品評に自信が持てなくなってきました。でも久しぶりに良い映画だったので。前に一緒に行ったのがおっさんずラブですもんね。テレビドラマの映画化はこけるときは壮絶にこけますね。あれはつまらなかったです。テレビドラマを映画尺にして間延び感がすごかったです。これだけ話したのに最後はおっさんずラブで終わるのか。